皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日のポッドキャストでは久しぶりに勉強のことについてお話ししていきたいなと思います。語学勉強のこと。私は前からお話ししているように英語をたくさん勉強していて、今は英語だけに集中してます。他の言語は全く勉強していない状況なんですけど、今日は私が最近英語の勉強に取り入れてる受動的な勉強と能動的な勉強、この2つについてお話ししていきたいんですね。で、ちょっと難しい言葉なんですけど、簡単に言うと受動的っていうのは受け身の勉強ですね。例えば、ポッドキャストをひたすら聞くとか、YouTube をたくさん見る、映画をたくさん見る、他にも本を読んだり、そういうふうに何かを見たり、読んだり、聞いたりして自分の中に入れるものですね。外からどんどん入れるもの。これを私は受動的なものだと考えてます。で、能動的なものっていうのは、例えば、ちゃんとパソコンの前に座って、さあ勉強しようって思って、YouTube を見ながら、この単語わからないな、とか思ったら、ちゃんとその単語を調べて、新しい文章を作ってみる。本を読んでてわからない単語とか、見たことのない文法とかが出てきたら、これってどういう意味だろう？どんな使い方をするんだろう？そういうのを一つ一つ、ちゃんと頭を動かしながらする勉強方法。これを能動的な学習、能動的な勉強だっていうふうに思ってます。で、私はこの二つ、どっちが良くてどっちが悪いとかではなくて、両方を勉強に取り入れることっていうのがすごく大切だと思ってるんですね。で、なんで両方使うことが大切かというと、この受動的な勉強、能動的な勉強は、両方にメリットとデメリットがあります。いいところと悪いところ、良くないところがあるんですね。なので、両方を取り入れて、いいところを使うイメージです。なので私は英語を勉強するときに両方使うようにしてるんですけど、今日はこの2つの勉強方法のメリットとデメリットについてお話ししていきたいなと思います。きっと日本語を勉強している人にも役に立つ内容になってると思うので、よかったら最後まで聞いていってくれると嬉しいです。では早速、受動的な勉強のメリット、デメリットからお話ししていきます。で、この受動的な勉強、ポッドキャストを聞いたり、映画を見たりすることの最大のメリットは、やっぱりいつでもどこでもストレスフリーに行うことができるっていうことなんですね。例えば私はいつもストレッチしながらとか、髪の毛乾かしながらとか、他にもマッサージしながらとか、とにかく何かをしながらポッドキャストを聞くことが多いです。歩きながらとか、ランニングしながらとか、筋トレしながら、ながら勉強ですね。何かをしながら勉強する。この時に使うことができるのが受動的な勉強なんですね。ポッドキャストだけじゃなくて、映画とかドラマとかアニメを見ることもストレスフリーにいつでもできますよね。なんか私は結構、時間をとにかく効率的に使いたいタイプで、マッサージだけするっていうのがすごく嫌なんですね。時間がもったいない気がして、マッサージしてる時も他のことがしたい。手を動かしながら頭も動かしたいんですね。なのでそういう時にぴったりなのがやっぱり受動的な勉強。逆に言うとマッサージしながら能動的な勉強、パソコンに座って新しい文章を考えて単語を調べるっていうのは無理じゃないですか。
でも受動的な勉強、ながら勉強ならすることができる。これが一番のメリットです。で、このながら勉強は他にもメリットがあって、例えば音に慣れることができる。英語の音、リズムに慣れることができるんですね。あ、この単語知ってるとか、あ、この文法さっきも使われてたなとか、そんな風に無意識的に頭に入ってきてるんですね。それもこのながら勉強のメリットだなって思ってます。何回も何回も聞いてたら、何回も聞いたことがある言葉がたくさん出てくるんですね。で、何回も聞く言葉っていうのは逆に言うと何回もネイティブの人が使う言葉だから、すごく自然な英語とか日本語が頭に入ってくるんですね。これって本当に語学勉強に大切なことだと思ってます。発音とかリズムとか、そういうのってやっぱりたくさん聞かないとネイティブに近づくことっていうのは難しいので、ながら勉強でとにかくたくさんインプットするっていうのは本当に大切だと思います。でもここで一つ、そういう受動的な勉強のデメリットが出てくるんですね。これが何かというと、そういうふうにながら勉強でこうやって頭にインプットしたものっていうのは、正直すぐに消えます。なんか頭の構造らしいんですけど、脳の構造、記憶の種類なんですね。もうすぐに消えてしまう短期記憶とか、そういうのがあるらしくて、やっぱりインプットだけっていうのは、その長期的な記憶にならないんです。短期的な記憶だけで終わってしまう。なので、これをしっかり短期的なものから長期的なものに変えるために能動的な勉強が必要になってくるんですね。インプットだけ、受動的な勉強だけだったら、どうしても長期的な記憶にはならないっていうふうに私は思ってます。これがデメリットなんですね。すぐに忘れてしまうこと。で、このデメリットを補うために使うのが、さっきも言ったように能動的な勉強です。能動的な勉強のメリットは、やっぱり今から勉強するぞっていう気持ちもあるし、しっかりアウトプットしたり、自分の頭でたくさん考えるから、ちゃんと頭に記憶することができるんですね。覚えることができる。例えば私の能動的な勉強の方法は、受動的な勉強、たくさんインプットして、見つけた新しい単語、そういうのをまず英語で調べます。英語で英語の意味を調べるんですね。で、ちゃんと英語で理解して、で、それだけじゃなくて自分自身で文章を作ります。その新しく勉強した単語を使って新しい文章を作るんですね。で、それが正しいかどうかを、私は最近ジェミニを使ってるんですけど、AI に聞きます。これおかしくないか、この文章間違ってないか、そういうのをちゃんと聞くことが大切なんですね。なんでかというと、やっぱり自分でただただ文章を作るだけだと、誰にもチェックしてもらわなかったら、間違ってる可能性がありますよね。で、間違って文章を作ってしまって、そのままにしておいたら、間違った使い方を覚えてしまいます。間違った使い方のまま。間違った文法のまま、間違った意味のまま、そのまま長期記憶になってしまうっていうのが一番良くないんですね。一度そういうふうに長期的に覚えてしまうと、どうしてもそのミスが抜けなくなるんですね。これを化石化って言うんですけど、その化石化になってしまう。間違ったものが間違ったまま頭の中に入ってしまう。で、それを何回も何回も使ってしまうようになります。なので、ちゃんと AI でも誰でもいいから、とにかく正しい形に直す必要があるんですね。正しい使い方をちゃんと理解する必要があります。
これは私はどれだけ時間がかかってもいいと思ってるんですね。たった一つの文法に別に1時間かけたっていいし、どうしても理解できない単語があるなら、その単語を理解できるまでたくさんたくさん使うっていうことも大切だと思うし、能動的な勉強はもう時間かけていい。どれだけ時間を使ってもいいから、ちゃんと正しい形で自分の中に取り入れる。これが能動的な勉強のメリットだと思います。じゃあ、能動的な勉強ばっかりすればいいんじゃないかって思う方もいらっしゃると思うんですけど、能動的な勉強のデメリットというか、ちょっと不便なところ、大変なところっていうのは、頑張らないといけないですよね。エネルギーが必要。ちゃんと机に向かって調べて理解して新しい文章を作ってっていう風にすごくエネルギーを使います。で、これをやりすぎてしまうと勉強が嫌になるんですね。私はなりました。もう英語が嫌になったんです。頑張りすぎて嫌になったんですね。なので、能動的な勉強だけをするっていうのは、そういう意味でちょっと危険なんです。なので、ちょっと疲れてる時とか、あんまり勉強したくないなっていう時、そういう時はながら勉強でいいから、とにかくインプットに力を入れる。あんまりエネルギーがいらない方法で、とにかくたくさん聞いておくっていうのが効率的なんじゃないかなと思います。それに、勉強に疲れない、嫌にならない。そういうふうに嫌にならないようにするっていうのも、語学勉強、長い期間頑張らないといけない語学勉強にとっては、とても大切なことだと思います。なので私はいつも受動的な勉強と能動的な勉強、これをミックスして、両方を使って最近は勉強するようにしてます。なので皆さんも日本語を勉強していて、もし能動的なものばっかり頑張ってしまっている人は、もうなんか嫌だなって思ってしまうこともあるし、逆に受動的な勉強だけをしている人は、間違ったまま覚えてしまっていたり、他にもどれだけ聞いても日本語が上達しない、そんな風に悩んでいる方がいらっしゃると思います。なので、ぜひ今日私がお話しした能動的な勉強、受動的な勉強、両方を組み合わせる。自分の好きな量、何パーセント何パーセント、50%でも、70%、30%でも、自分に合ったやり方でいいから、とにかく両方の形の勉強を取り入れてみる。これを一度試してもらえたらいいんじゃないかなと思います。私は実際にこれをして、すごく効果があった。英語が伸びるきっかけになったので、ぜひ皆さんにも知ってほしいなと思って、今日のポッドキャストでお話しすることにしました。いかがでしたかね？今日の動画も楽しんでいただけていたらすごく嬉しいです。そして今日の動画がきっかけで、日本語の勉強のモチベーションとか、日本語の勉強の、方法の工夫、そういうのにも役に立っていたらとても嬉しいなと思います。では今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。